皆さんこんにちは。プロボーラーの小林哲也です。今日も、こちらの動画を使ってレッスンの方を行っていきたいと思います。今日のお話は、フィニッシュの時の足の向きについてお伝えしていきたいと思います。前回のお話でリズムやタイミングが合わなくなってしまうと、プッシュアウェイにつながっていきます。そして、フィニッシュでバランスが崩れやすくなりますというお話をさせていただきましたが、それ以外にもこのフィニッシュで止まれない原因というのはあります。で、今日はその一つの足のこのフィニッシュの向きについてお伝えしていきたいと思います。左側はバランスが崩れてしまっている動画、そして右側はしっかりと止まれている動画になります。ではこちらの足元にフィニッシュ注目していただきたいんですけども、見てわかる通り、左側バランスが崩れている動画、わかりますかね？と右側の動画っていうのは、この足の向きがですね、バランス崩れる方はインステップ気味になってしまってます。片や、しっかりと止まれている足っていうのはアウトステップですね。しっかりとこのバランスを取れるような足の形になっています。で、これ何が違うかっていう話をしていきたいと思うんですけども、やっぱりこう力が入ってしまうとどうしてもボールの重さや、その他、こういろんな原因がありますけども、僕は左利きなので、こう左に向かってしまうものなんですね。どうしてもボールが左側にあるのは。で、右利きの方であれば、やっぱり右に向かってしまう方。で、これやっぱり最後の4歩目、5歩目で、5歩助走の方であれば、インステップをしてしまう方って非常に多いかと思います。で、やっぱりこういった形になってしまうと、タイミングは良くても、足のこの向きによって、やっぱりこう、足がですね、内側向いてしまうとなかなかバランスを保つのっていうのは大変ですよね。多分想像してもらえればわかると思うんですけども、足が、インステップした状態で、多分自宅でもやってみてください。なかなかこう、自分でこう、まっすぐ止まれないのかなと思います。片足で。で、片やこの右側の方のちょっとアウトステップ。まっすぐでいいと思うんですよね。まっすぐであればしっかりと安定して保つことができると思うんですけども、僕はちょっとこうアウトステップぐらいになった方がしっかりと安定感があるんですけども、これは人それぞれかと思いますが、あまりこうインステップのような足が入ってしまうと、バランスがどうしてもこう左側に行ってしまうので、やっぱりボールの重さもプラスアルファされますので、体がよろけてしまって、こういった向きでこっちに流されてしまいますよね。しかし、しっかりとバランスが保てる方っていうのは、足の向きがアウトステップになってくることによって、この体のバランスっていうのがしっかりと取れてきます。これはやっぱり人によって体幹の位置っていうのは変わってくると思うんですけども、ほとんどの方は足の位置がまっすぐしっかりとピンの方に向いている状態であれば止まることはできると思います。しかし、こういった左側の動画のような形で足の向きがインステップ気味に、僕は左利きなので左の方に足が向いてしまうことによってどうしても全部の体重の方が重心が左側の方に重心がいってしまいますよね。そうすることによって上半身も突っ込んでしまって体がぐらぐらふらついてしまう、そういった原因もあります。そうすることによって止まれない状態、こういった状態を作る形になってしまいます。こっちはしっかりとこうやって止まってますので、この状態でフィニッシュしてる状態っていうのは、インステップすればするほど蹴る時の足っていうのが、この足の高さわかりますかね？この足の高さが上がりすぎてしまうんですね。これ僕、昔ですね、アメリカのケーゲルトレーニングセンターでも言われたんですけども、自分の膝よりも上がらないように意識しましょうと言われました。なんでかっていうと、この膝よりも、これもちょっと右も止まれてるとはいえ、ちょっと上がりすぎちゃってるんですけども、上がってしまうことによって、この体が左側にこうやって僕の場合折れてしまいますよね。上半身が蹴った足と、やっぱり対象のこの状態っていうのをこういった形で作ってしまいますので、ちょっともう一回見やすくしますね。こういった状態ですよね。はい。この角度っていうのが、こっちであればバランスが、中心っていうのが、多分この右足の位置に、しっかりとここ中心が乗ってくるんですよね。こういった感じ。しかし、左側の、インステップしてる状態になってしまうと、足の位置とこのバランスっていうのは保ててないですよね。はい。で、僕もこれはケーゲルトレーニングセンターで言われたことで、やっぱりあまり蹴ることはやっぱりボールを
強く押したりとか、パフォーマンスを出すにしたあったって大事なんですけども、この蹴り方ですね。僕なんか上に上がってしまう、蹴る癖があって、調子がやっぱ悪くなってくればなるほど力が入ってきて、体が上がってきてしまうと、この蹴り足っていうのはこういった形で上がりやすくなってしまうんですよね。で、これは、比例するもので、やっぱりボールを割としっかりと曲げる方とか、ぶわーっとこう、大きくですね、投げる方やお子様っていうのは、どうしても体全体を使うので、僕も体自体はそんな大きくないので、やっぱ体全体を使うことによって、パワーを発揮するので、これはやっぱり全てがうまくいくっていう状態難しいんですよね。ある程度僕もこの足が上がる部分にはしょうがないっていう話はされてるんですけど、なるべく上がらないように意識しましょうっていう話を、ずっとされてきました。で、まあこういった、例えばアプローチの軽いところになるとこういうのがすごく出やすくなるんですよね。で、まあ自分の動画を見てもすごくこう分かりやすいなと思って、でも特にこの大事なところっていうのはこの足の向きですよね。はい。やっぱりこういった足の向きが、ちょっとしたことだと思います。これって本当に、まあ、動画で見ても一瞬なんでわからないと思いますし、もう微妙じゃないですか。ちょっとこっち向いてるか、ちょっとこっち向いてるか。たったこれだけです。でもこれだけでバランスのこの体幹の位置っていうのが出てきます。で、これは人それぞれだと思います。ただ、言えることっていうのは、やっぱりこのインステップがこんな風になってしまったら、やっぱり止まるのって難しいですよね。体を止めるっていうのは。なので、なるべくはまっすぐ、ピンの方向というか、レーンのまっすぐ向いてればいいと思いますし、まあ、アウトステップする方が膝に負担も少ないです。なので、まあ、こういったところの細かい意識とかを、まあ、練習でなかなか止まらない方っていうのは、することによって、より安定感を求めたい方なんかは、こういった練習をすると、非常にいいのかなと思います。足の向きっていうのをぜひね、意識していただきたいと思います。で、これを逆算して辿っていくとですね、ちょっとこれだと動画で見にくいかなとは思うんですけども、戻っていくと、要は、これでインステップしてるわけじゃないので、僕の場合は、入れますよね。多分こっちはですね、若干なんですけど、滑っていくので、こういった感じで、入るときはしっかり入ってくるんですよ。入るけども、体に振られてしまって、こういった感じで動いてしまうんですよね。で、これっていうのは蹴り足との問題もあります。滑っていっちゃって、こういった感じで蹴り足との問題もありますので、まあこういったところを、細かいかもしれませんけども、まっすぐとか、意識してあげること。そして、蹴り足が結構しっかり蹴りすぎて強い方は、この膝の位置ですね。自分の曲げてる膝の位置よりも上がらないように。まあ僕もギリギリなんでちょっとあまりこれは人のことを言えないんですけども。はい。まあこれを見てわかるかなと思います。この膝が上がらないようにすることによって、よりフィニッシュが止まれるようになりますし、安定感を増すことができますので、ぜひ、一つ止まれない方や、まあ、蹴り足の話、そしてこのインステップの話にもつながってきますので、こういったところを意識して練習してみてはいかがでしょうか。ということで今日はこの足のフィニッシュの形についてお話をさせていただきました。それではまた次回も、こういったレッスンをさせていただきますので、皆様ぜひ楽しみにしていてください。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。コバ TV では、メンバーシップというものを始めました。月額990円コースと2990円コース、この2つを用意いたしました。詳しくは概要欄に貼っておきますので、皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。